おはようございます。ちょっと郵便局行ってくる。実家に結構荷物をね送ってきたんですよ。というのもですね、数日後からですね、しばらくちょっと急遽実家の方へね帰省することになりまして、しばらくですね映像を出せなくなるんですよね。だから出発前にちょっとこういう映像をね、一応撮っとこうかなみたいな。だいぶ前回の映像からね次の映像までだいぶ期間が空いちゃいそうだったから、留守番してるよ。はい、ただいま桐山商店さんのねポスターなんですけど、以前直接ねご本人がいらしてくれて、でポスターを直接手渡しでいただいて、車に貼ったんですけど、これがですね2021年4月28日だから、もう3年ここに貼ってるっていうことですね。これを外そうかなと思います。はい、じゃあ外していきます。はい、じゃあ3年間貼ったこのポスターお別れです。三味線なんですけど、この竹富島に私が移住してきて、で水牛車観光に就職して、でその仕事を教えてくれたおじいがいるんですけど、その方はその水牛車観光の経営者のお父さんなんですよね。もう今すでに亡くなってるんですけど、その方から、いただいた三振なんですよ。生涯持っておこうかなと思ってたんですけど、やっぱり実際にねもう結構いい年になって、その就活的なことを考え始めるようになると、こういうのって俺が持っておくよりは親族が持ってた方がいいんじゃないかなみたいな気もしてくるんですよ。なぜかっていうとですね、ただの三味線だったらいいんですけど、その三味線の一部にねサインが入ってるんですよね、そのおじいの。だからね、そのおじいが大切にしてたもんだし、だからお孫さんにあたる青年にね渡しに行こうかなと思います。ちょっと中ちょっといろいろ入ってるんで、ちょっと整理してからですね。さあ、これ水牛車観光にいた当時に後輩夫婦から誕生日プレゼントにもらったんだ。わあ、一回も使わなかった。ごめんなさい。こういうのね、手書きで歌詞書いてね一生懸命覚えようとしたんですよ。なんだろう、もう何の歌かも分かんないや。すごいね、いろいろ出てくる。三ビャとか弦、この中もね多分弦とかね、ほらからくいとかね、爪とか、爪切り入ってる。懐かしい。どこ行ったか分かんなかった爪切り、ここにあった。これ馬もいっぱい入ってるね。こういうのも三味線の一部ですね。ピックもあるね。ピックは結局使わなかったな。ピック使うとね音がちょっと軽くなるんですよね。これ割り箸じゃないですよ。ちゃんとこれも三味線に使う部品ですね。からくいがいっぱいあるな。こんなに。これは取っとこう。これね確かトミちゃんっていう牛の角なんですよね。現在いるトミちゃんは確か2代目ですね。これ1代目トミちゃん、竹富島でね水牛車観光始まる前にゴミ収集の荷車を引いてた水牛ですね。銚子笛もあるね。これね、一生懸命練習した歌詞とかクンクン詞の数々。これあれだ、
この布とかね、これインドネシア行った時に現地の人にもらった布だ。あ、1万円入ってる。あ、思い出した。これね、あ、名刺もある。課長佐藤悟。水牛車をやった後にチップをよくもらえるんですけど、60歳か70歳ぐらいの女性がですね、1万円のチップくれたんですよ。で、間違えたんじゃ、1000冊と間違えたんじゃないかなと思って、これはもらえませんって言ったんですけど、いや、どうしてもあげるよって言われていただいた1万円ですね。ほら、まだ若い時の名札ですね。まだ水牛車に乗って1年とか2年とか、それぐらいじゃないかな。はい、これがね、おじいからもらった三味線なんですけど、革はね、もらった当時は合成で、これ本革に張り替えてるんですよね。確か7、8万円ぐらいかけてやったような気がするんだけどな。一見どこにも、はい、うわ、今ね、西表島の笠車のね、周さんのご家族が来てた、店休みなのって言われた。うわー、失敗した。営業しとけばよかった。はい、でこれね、おじいの、まあどこにも、あ、ほら、使い古した跡がついてますね。これね、親指の跡ですね、これ、で一見どこにもその、ほらね、そのおじいのサインなんかないんだけど、今弦をね外したとこですね。ほら、今気づいたけど、皮にね、ひびが入っちゃってますね。割れてます。これしばらく使わないとこうなっちゃうんですよ、で、まあ弦を外すとね、これも外れるんだけど、これですね、これとこれ分離するんですよね。あ、こうやって外していくと、ほら、ここにね、そこ長介、あ、名前出していいのかな。まあ大丈夫だろう。私がお世話になったおじいですね。こんな風にですね、名前が書いてあるとね、やっぱりただの三味線として、捨てちゃうとか誰かにあげるとかっていうよりは、やっぱりね、親族の方にやっぱり戻した方がいいんじゃないかなって気がするんですよね。なのでこのおじいのお孫さんにあたるね、青年にね、渡してこようかと思います。はい、じゃあ三味線をね、私にこう、はい、無事渡してきた。じゃあ家戻るか。今日お客さん多そうだね。休まないで営業したらよかったかな。はい、じゃあ数日後からはですね、ちょっと実家ね、帰省してきますんで、次の映像まで結構時間かかると思うんですけど、またその時にお会いしましょう。では。